皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は新型コロナウイルスについてです。世界では新型コロナウイルスに対する規制というものがほとんどなくなっている国がたくさんあって、日本ほど厳しい規制をかけている国はないと言われるような状況になっています。そしてニュースやワイドショーなどにおいても、こうした新型コロナウイルスに対する報道といったものは未だ絶えません。そのため、今日の感染者数は何人ですよといった話は未だに繰り返し報道され続けています。しかし、このような情報に対しては、明らかに状況が以前とは異なっているために、このような報道姿勢、また日本政府の新型コロナウイルスに対する対策といったものも変えなければならない状況になっています。しかし、そのような政策の変更といったものができていないために、むしろ今のような混乱した状況を生み出しているように私には思います。というわけで、今回の動画においては、どのような点において新型コロナ対策を変えていかなければならないのか、そもそも現状が以前とは異なっていますよという点について、情報のアップデートをしていきましょう。というわけで、関連の記事からご紹介します。いつまでマスク？新型コロナの常識アップデート。本文自体は結構長い記事だったので、要点だけを少し抜き出しています。コロナの現状を感染症医の矢野さんに聞きました。病態は風邪と同等。もう特別な感染症ではない。記者の質問。コロナが人体に与える影響をどう見ていますか？オミクロン株が流行した今春以降、コロナが原因で肺炎が悪化して人工呼吸器をつける患者はほとんどいません。慢性肺炎の高齢者が感染して搬送されることはありますが、体が弱っている人には全ての感染症が脅威になり得ます。後遺症を心配する人もいますが、広く知られていないだけで、コロナ以外の病気でも回復後に不調が続くことはあります。ここで指摘されているような人工呼吸器をつけるほどの重症患者というものは明らかに以前よりは割合が減っています。テレビなどで取り上げられていたエクモという機械についても現在では使われる機会はめっきり減っています。その意味でコロナはもう特別な感染症ではありません。子供だけでなく基礎疾患のある大人や高齢者にとっても病態は風邪と同等になったと言えます。コロナは変異するごとに病原性、毒性が弱まり、人から人に移りやすくなっています。ワクチンの効果も相まって、死亡率は季節性インフルエンザ並みに下がりました。こちらの表が新型コロナウイルスの株の変異に伴って、どれだけ死亡率や重症化率が変わってきたかという情報です。例えば、初期の従来株、アルファ株、デルタ株、そして最新のオミクロン株へと少しずつ変異していく中において死亡率は明らかに下がってきています。同様にこのような現象というものは重症化率についても全く同じように見られ、最初の頃に比べると明らかに症状の悪化する割合というのは劇的に下がっています。これはそもそもウイルスが変異することによる変化といったものもあるのですが、治療する側の変化ももちろんあります。例えば、初期の頃はどのような薬がどのような症状に効果が出てくるかといったことはかなり手探りで行われていたわけですが、世界的に様々な症例をもとにしてどの薬が良いかといったものを多くの人たちが共有するようになりました。また、重症化を予防するという意味においても、ワクチンの普及率は少なくとも初期の頃よりも現在の方が当然のように高いわけですから、重症化する割合というのも下がってくることとなります。それだけではなく、感染したことによる自然免疫を獲得する人数というのも当然時間の経過によって増えてきます。これら様々な条件が重なり合うことによって、現在のオミクロン株においては、死亡率は季節性インフルエンザよりもちょっと低いぐらい、さらには重症化率についてはインフルエンザよりもさらに低いというような数値が出ています。このように新型コロナウイルスという一言で言ったとしても、それが一体どの時期における状況なのかはそれぞれにかなり状況が異なっています。この点は押さえておかなければならない点です。オミクロン株は感染しても半数程度は無症状との推計があり、すでに国民の2割は感染した計算になります。アメリカではほぼ全国民が感染済みと推定されます。日本もいずれそうなります。マスク着用や人との距離を保つことは、かかる時期を遅らせる点ではメリットがありますが、何年も続けることで人間らしい生活を妨げられるデメリットは非常に大きい。一人一人が必要に応じて予防すれば十分です。大抵は自然に回復。1年前のコロナのイメージ改めて、第7波に入り医療の逼迫が再び懸念されます。
アンケートでは飲み薬の普及を待ち望む声も多かったです。コロナが重症化した場合の治療法はすでに確立し、世界中で共有されています。重症化リスクのある人が服用する薬もあります。確かに外来で飲み薬が処方されるようになれば安心感は高まるでしょう。しかし、季節性インフルエンザも風邪も大抵、薬を飲まなくても自然に回復します。今医療が逼迫しているのは、自宅で休めば治る軽症者が診断を求めて医療機関もしくは発熱外来に押し寄せているから。また、怪我で搬送されたとしても、感染していると一般病床でなくコロナ病床に入らなければならないから。コロナは1年前のイメージと異なる重症化しにくい風邪だと認識を改めてほしいです。風邪症状で診療時間外に受診するのは控えてください。情報のアップデートを行うというのは非常に重要なことです。なぜならば、分かっている前提条件が変わってくれば、当然対応する行動といったものも何が一番良いか、その答えというものは変わってくるからです。例えば初期においては新型コロナウイルスがどのようなウイルスであるか完全に分かっているわけではありませんし、どのような対応をすればよいかもまだまだ手探りでした。そのために感染を抑え込む、そのためには何をしなければならないかといったことは、その初期において必要なことといったものはどちらかというと最大限に防御することでした。それは感染者数を抑え込むことによって、もしかしたらゼロコロナを達成できるかもしれない可能性があったからです。しかし、現在においてはそのような状況とは全く異なっていて、むしろ新型コロナウイルスは変異を続けることによって、だんだんと旧型コロナウイルスと合流を果たそうとしています。旧型コロナウイルスというのは一般的に言えば風邪のウイルスの一つです。風邪を治す薬なんて絶対できないと呼ばれているのは基本的には広く世界中に蔓延しているものであって、人の移動によってどこででも流行ることがあり、そして変異することによって人間との共生をすでに果たしているウイルスだからです。そのようなウイルスに新型コロナウイルスがなろうとしている時期においては、都市封鎖といったものはほとんど意味がありません。例えば中国などにおいては、未だに都市封鎖といったものをたびたび行い、ゼロコロナ政策を続行しています。これなどはまさに状況に合わせた政策の変化ができていないことによる明らかな失敗政策だと言えます。なぜならば、世界中ですでに新型コロナウイルスが旧型コロナウイルスと合流することによって、もはやどこにでもあるウイルスになった後において、それにもかかわらずゼロコロナ政策を続けるということは、世界中の人との交流というものをかなり厳しく制限し続けなければならないという、かなり非合理的な状況を生み出してしまうからです。こうした状況が変われば対応を変えなければならないよといったことに関して言えば、例えば日本においても現在は発熱外来に多くの人たちが PCR 検査を行ってコロナ陽性判定をもらおうとしていることが挙げられます。発熱外来に駆け込む人たちの中には、従来で言えば風邪なのかな、インフルエンザなのかなといった程度の軽い症状の人たちもたくさんいます。しかし、そのような人たちがなぜ発熱外来にたくさん駆け込んでくるかといえば、例えば働いている人であれば、会社に体調が悪いですと言えば、それが風邪なのかインフルなのかコロナなのか、ちゃんと見てもらえというようにして、診断することを求められるといったことがあります。これは明らかに企業側の方が新型コロナに対する対応がまだ以前の状態でとどまっていることを意味します。特に若い人であれば、新型コロナウイルスによって重症化する割合というのは非常に低いわけですから、体調が悪いというのであれば、1週間程度休んでいてくださいねと、それぐらいの対応で良いわけです。もちろんその中においては当然のように重症化する人もある一定数は存在するでしょうが、そのようにして若い人、特に労働世代の人たちが体調が悪い時には家で休もうということを実践してくれれば、それによって病院も過度に忙しくならないわけですから、重症化する人が運び込まれた時に十分な医療体制を確保することができます。ですから、政府などが今呼びかけるべきなのは、企業を中心として PCR 検査をとにかく受けて、新型コロナ陽性かどうか確かめるといったこうした企業側の体制そのものも以前からはもう今は状況が変わったのでそこまでする必要はありませんよと広報することが必要だと思います。またこれと全く同じような話で濃厚接触者という概念についてももはやそれほど気にすべきものではなくなりました。というのも今回の記事でも言いましたが、基本的に風邪のように広く一般的なウイルスとなった新型コロナウイルスに対して
いちいち接触したかどうかといったことをもとにして、まだ感染しているかどうかもわからないし、感染していたとしても無症状で誰にもうつすこともないかもしれないような人たちに対しても、あなたは濃厚接触者だから仕事には出ないでください、学校には来ないでくださいといったことを行うようなことはもはや不合理とさえ言えるような状況です。ですから状況が変われば対応を変えるという柔軟さというものが政府にも企業にも求められ、その変わった情報に基づいて新たな行動様式といったものを政府は広報すべきなのです。その他にも情報のアップデートを行わなければならないことがあります。例えばワクチンについては、初期型のものについてはワクチンを打つことによって感染予防効果が認められた時期がありました。しかしウイルスの変異が続くことによってこうした感染予防効果についてはほとんど期待できないようなことになってきました。これなどはまさに情報のアップデートをしていかなければならないのですが、未だに新型コロナウイルスに対するワクチンというものの感染予防効果といったものが期待されているかのように情報が古いままの方もおられます。ワクチン全般に言えることなのですが、基本的にはかかった時に重症化しないことが一番の目的であり、決して感染予防効果がメインではありません。この点については非常に注意しなければならない点です。以上のように基本的には多くの人々にとっては新型コロナウイルスは以前ほどの脅威ではないよといったことを説明してきました。ただし変わらない点というものもあるので、ここは注意しなければなりません。というのは新型コロナウイルスによる重症化するそのリスクというものは最初の頃であろうと今であろうと変わらないことがあります。高齢者の方が基本的にリスクは高く、また基礎疾患のある人の方がリスクは高い。そしてプラスアルファで言えば、高齢者でプラスアルファ基礎疾患のある人というのは当然のように若い健康な人よりもはるかにリスクが高いというこの事実は、ウイルスの初期型であろうと現在のオミクロン株であろうと、この点については変わらないということは押さえておかなければなりません。そして状況が変わってくることによって政策を様々入れ替えて変えていかなければならないという話をしましたが、基本的に中国の行っているゼロコロナ政策は現在から言えば全く合わないよという話をしましたが、同時にある時点においてはそれが有効であったというのも一つの事実として残ります。例えば中国における初期の感染の広がりにおいては速やかな都市封鎖を行うことがむしろ必要でした。しかし中国政府は初期においては感染者が増えているということ、それ自体を情報を隠蔽するといったことがあったために、その後慌てて行ったロックダウンなどはすでに時遅しといった形になったわけです。ですから蔓延していないごくごく初期においてはこのような強力な措置というのも有効な手です。一方で日本においてはこうした都市封鎖等を行えるような法律といったものは整備されていませんから、私はこのような手段を準備しておくことは必要だと思います。というのも今回の話というのは基本的に新型コロナウイルスの話だったわけですが、いずれ人類には次の脅威となるウイルスがやってくることは避けられないからです。ウイルスというのは必ずのように変異をするものですから、今までは問題なかったものがいずれ問題になるということを考えなければなりません。その代表的なものとしてよく言われているのが新型インフルエンザの登場だったりします。また致死率の高いエボラウイルスがもしも全く異なる変異を遂げて感染が急激に拡大するといった悪夢のシナリオなども危険視されています。エボラウイルスは基本的に致死率の高いウイルスとして有名ですが、同時にその広がりといったものはある程度抑え込みができるようなものです。多くの人たちが亡くなることによって逆に言えばその時点において感染がストップするという強毒性ゆえの感染の広がりにくさといったものがあるわけです。ですからエボラウイルスの場合であれば毒性が下がってその代わりに感染力が今よりもはるかに高いものになった場合においては、むしろ死者数が大きく伸びるような世界的な感染拡大を起こしてしまうかもしれない、そういった恐ろしさもあるわけです。また自然界におけるウイルスの変異だけが脅威ではありません。いわゆる兵器型のウイルスが登場する可能性といったものはあります。この点においてはよく陰謀論の中では政府が兵器として作ったものが流出する、意図的にばらまかれるといったことが言われるわけですが、現実にはそうした国家が関わるようなウイルス兵器よりもむしろテロ組織や組織にさえ属さないようなたった一人の個人が
兵器級のウイルスを作る可能性といったものがだんだんと高まっています。それは一体なぜかといえば、遺伝子操作技術というものは日々進化しており、その中において用意しなければならない機器などもどんどんと低価格化しているからです。昔は一部の研究所でしかできなかったようなことが、個人でも知識とお金さえ用意すれば遺伝子操作が行えるようなことができる時代へとだんだんと進んできてしまっているのです。いわゆるローンウルフと呼ばれるような一匹狼による犯行といったものが世界を揺るがしかねないリスクを抱えている、そういった時代に突入しつつあることは無視すべきではありません。今回の動画においては情報のアップデートが必要ですよという話をしていきましたが、それは私たち自身にもそうなのですが、最も情報のアップデートが求められているのは何といっても日本の政治家たちです。感染の大きな波が来た時にはああしなければならない、こうしなければならない、医療制度にここが問題がある、法律にこんな不備があるといった話などがいろいろ出てくるわけですが、感染の波が収まってくるとそうした議論というものはパッタリといきなり消えてしまって、何事もなかったかのように何一つ変えずに次の感染の大きな波がやってきて、なんであの時あのことをしてなかったんだといったような批判が当然のように出てくるというかなりおかしなことを何度となく繰り返しています。国会議員の人たちはそうした問題が発生している時だけではなく、問題が収束した後においてもそうした情報のアップデートをし続けて、どのように制度や法律といったものを変えていくか、そこにちゃんと仕事をしてほしいものです。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところはぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。